バーケンです。このチャンネルでは私が新潟県で相続した田舎の土地で起こった様々な出来事を紹介しています。今回はチェーンソーで木製電柱を切断する挑戦です。この木製電柱は父がどこかからもらってきたもので電力会社のものではありません。電線も処分済みで何ら危険でも違法でもありません。私はチェーンソー初心者から卒業して今ではチェーンソーを使うことが大好きです。この日は雨でしたが私には関係ありません。では早速切ってみましょう。切りながら話しますが、この木柱はもともとこの敷地に立っていました。父がお米の直売所として使っていた場所です。いろんな建物を撤去しましたが木柱だけ残ってしまいました。誰かもらってくれないかと聞いたのですが、誰ももらってくれないので自分で切って移動することにしました。ここにあると土地が散らかって見えますし、草刈りもやりにくいんです。とりあえず1本切るまでお見せします。足で木を回すのは正しいのか分かりませんが、特に危険もないので問題ないと思います。切り方は我流です。木柱に金属がついているので金属を避けて切ります。間違えて金属を切ってしまうとチェーンソーの切れ味が一気に落ちます。この日もこの後金属を切ってしまいました。終わったら家でチェーンソーを研ぎます。メンテナンスは YouTube で覚えました。私のチェーンソーの腕前を見てもらえ満足したので、残りは高速再生します。フリー素材のイラスト屋さんの画像を加工して高速再生アイコンを作ってみました。このサイトの素材は YouTube 動画1本あたり画像を20個まで使っても無料です。この細い棒が邪魔でなんとか引っこ抜きたくて頑張れますが、結局抜けませんでした。画面奥、右の奥に大きな庭石があります。庭屋さんが持っていく約束ですが、忘れていないか心配。これを私が破壊する YouTube 動画もいつか撮影することになるかもしれません。乞うご期待。車に乗せます。同じ敷地にある別の木柱も切ります。重たい木柱も切れば運べます。この木柱はハイリフトジャッキで抜き、ここに数ヶ月放置していました。私は雑な人間なので木柱を抜いた穴をそのまま放置していましたが、隣の敷地は小学校、子供が落ちたらどうするのと指摘されました。これまでの私なら、私の敷地に入って穴に落ちる方が悪いのでそんなこと知らんと言っていたでしょうが、私も48歳、そんな子供みたいなことは言ってられなくなりました。ちょっと大きめの木柱を切ります。腕前を自慢します。ただの自慢です。チェーンソーは楽しいです。こればっかりしていたいですが、この相続は遊びではありません。私にはやるべきことがたくさんあります。穴の話に戻ります。近くにいない私は人に頼んで穴を埋めてもらいました。穴埋め代金5箇所で3000円。なんだかチェーンソーが調子悪くなり、何回かエンジンが止まりますが、それでもなんとか切ります。原因は不明です。ガソリンを足します。大きな声を出すと力が入ります。クソ重い木柱でした。木柱多すぎます。
あの人異常です。ガソリン入れたらチェーンソーが治りました。故障ではありませんでした。やっぱり私はまだまだ一生素人のまま生きていきます。チェーンソーの切れ味が悪くなってきました。ここ注目です。ここ注目です。チェーンソーが振動で動いています。動画を編集中に発見しました。私の近くに移動してくれるなかなか賢いチェーンソーくんでした。あと少しで終わります。ここまでご覧くださりありがとうございます。後でチャンネル登録もお願いします。私がチェーンソーに夢中になっている間に車がいっぱい。妻がこんなに積み込んでくれました。この木柱は実家に一時保管します。雨の日のランニング用に買ったカッパが泥だらけ。ああ。この動画はこれで終わりです。公開動画の総再生時間が4000時間を突破しました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。